皆さんこんにちは。 J チャンネルのマスター J です。今回のぶらり旅日記は輪島市門前にございます總持寺ソイント総持寺通り商店街の旅をご紹介したいと思います。門前町に今なお佇む総持寺は西暦1321年経山上金によって改装され、今年で700年の節目を迎えます。その後後を継いだ画山定石によって広く全国へと発展していく土台が作られました。藩政時代には全国に1万6000もの松寺を持ち、本山の敷地は現在の 2.5 倍にあたる5万坪に及びました。初代藩主前田利家の夫人お松の方は自らの菩提所を置き、三代利常は寺領400石を、さらに六代義則も胸像を寄進するなどとして手厚い保護を受けてまいりました。総持寺の発展には加賀藩主前田家の援助もさることながら、地元黒島を拠点とした北前船の存在もまた大きな支えとなりました。海運が主たる交通手段であった時代、黒島の北前船の船主たちの活躍は総持寺への人員物資輸送に大きな役割を果たしました。加賀藩前田家の援助や北前船の支援のもと長らく繁栄を続けた総持寺でしたが、明治維新を境にその勢力は大きく削減されていくことになります。その後1898年4月13日の大火により七堂伽藍の大部分が焼失してしまいました。この大火を機に布教伝道の中心を神奈川県横浜市鶴見に移すことになりました。移転後は総持寺を別院と称されるようになったのですが、納骨堂である宝光堂が1910年に復旧し、1913年には大祖堂の復旧を果たしました。同年には仏殿も再建され、また1932年には総欅二層造りの高さ 17.5 メートルのある山門が再建され、1953年には切妻造り2階建ての講釈台も再建されました。これらの復旧をもって1969年に総持寺ソイントされ、現在に至っております。配管経路に従って進んでいきますと、1953年に再建された切妻造り2階建ての講釈台へと到着いたします。中を拝見しますと、ライトアップされた和傘を見ることができます。この和傘色、和傘回廊のイベントは2021年11月6日より2022年3月31日まで行われております。幻覚と威厳を保った薄明かりの境内を色折々の和傘が照らし出す、非常に幻想的な空間でございます。大祖堂を抜け外に出ますと納骨堂である宝光堂がございます。そしてその宝光堂の隣には総持寺の開祖経山上金の霊廟である伝統院がございます。この伝統院、明治の大火での焼失を免れた当時の面影を今に伝える貴重な霊廟でございます。またこの伝統院が門前の地にあることから祖院の証となっております。開祖経山禅師様にご挨拶を済ませた後は再び回廊に戻りまして、和傘色のさまざまな色合いのイルミネーションを楽しみました。突き当たりの角を曲がりますと、その先には座禅を組むお部屋僧堂がございます。こちら総持寺では日帰りの参禅座禅体験、また1泊2日の参禅拝宿体験というのも行っております。
殿堂院の横には急な階段が続いております。その階段を上り詰めていきますと自雲閣がございます。こちらは観音堂になっておりまして、1811年再建の伽藍が今に残されております。この観音堂の中には双慶観世音菩薩が祀られております。そしてこの菩薩様、毎年7月にご開帳がなされております。僕も救いを求めて菩薩様にお参りをいたしました。僕の姿を見て菩薩様はどのような層になられたのでしょうか。總持寺内の拝観と菩薩様へのご挨拶を済ませて山を降りてまいりました。そうしますとやはり、拝観される観光客の方々がたくさんいらっしゃいました。この皆さんも拝観を終えた後はすがすがしい気持ちになるんでしょうね。次にやってまいりましたのは輪島市役所門前総合支所でございます。こちらの役場の2階では大総持寺展が開催されております。総持寺祖院と門前町との深い関わり合い、そしてその発展、また記憶に新しい能登半島沖地震発生直後の被害の状況からその後の復興に至り、また本年完全復活宣言がなされるまでのさまざまな記録がパネルディスカッションによって展示されておりました。この動画をご覧の皆さんも総持寺拝観の折にはぜひともお立ち寄りください。では次に総持寺通り商店街をご紹介していきたいと思います。まず最初に僕が立ち寄ったのは幸福さんでございます。こちらはですね、衣料品も扱ってるんですけどもお酒も扱ってるんですよね。酒という文字に引き寄せられ店内に入りました。店内の様子は、まずお酒の陳列、それから奥の方にはですね衣料品などが陳列されておりました。そして購入したお酒は地元のお酒八花川でございます。次に向かったのは宮本名文堂さんでございます。こちらはですね節染めとそれから古本を扱ってるんですけども、こちらでなんとおちょこをゲットいたしました。お酒とおちょこの袋をぶら下げてぶらぶら街歩きをしておりますと、禅の里交流館前には出店が出ておりました。こちらの出店では門前町のマスコットキャラクターもんちゃんを形取ったもんちゃん焼きが販売されておりました。こちらはですね、中にあんこが入った焼き菓子でございます。お酒とおちょこともんちゃん焼きをぶら下げまして向かった先が旧坂池住宅でございます。こちらはですね総持寺通り商店街の中心的な建物でもございまして、この日は休憩スペースとして開放されておりました。中にはおこたも用意しておりましてね、で、おこたに入りながら先ほどのもんちゃん焼きをいただきました。そしてこのスペースの隣には蔵カフェといいまして、当時使われていた蔵を改装してカフェとして再利用しているとのことでございます。今回のこの撮影、総持寺通り商店街協同組合の全面協力のもとに撮影させていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。この総持寺通り商店街はいろいろなイベントを企画して、実施しております。で、今回はですね、ブラブラ街歩きマルシェと銘打ちまして、1日限りのイベントということで、行われましたが、その他にもですね、様々なイベントが企画進行中でございます。また当動画でご紹介できればなと考えております。この旧坂池住宅は通路によって禅の里交流館とつながっております。禅の里交流館には総持寺の資料室がございまして、総持寺開創700年の歴史を深く知ることができます。当館は
門前町全体の情報発信基地としての機能も有しております。ですので総除寺関連の情報のみならず、門前町全体の最新情報をこちらの方で収集することができます。ということで、門前町を訪れた際には禅の里交流館へ足を運んでみてください。とっておきの情報が見つかるかもしれません。旧堺邸を出ますと、何やら香ばしい香りが漂ってまいりました。香りの元をたどっていきますと、こちら焼き鳥を焼いてたんですね。で、もう文句なしにですね、焼き鳥を注文いたしました。こちらのお店、下口さんは医療を取り扱うお店なんですけども、ソフトクリームやコーヒーなどの提供も行っております。また総除寺関連グッズも取り扱っております。こちら先ほど購入した八花川なんですが、さすがにですね、旧堺邸で、飲むのはちょっとはばかれたので、お店の方に許可を取ってですね、こちらのテラスを使わせていただいて、賞味してみるということになりました。で、そうこうしておりますと、焼き鳥も運ばれてまいりまして、食べるスタンバイをしております。焼き鳥の中身なんですが、もも3、つくね2の5本セットでございます。さあ、これでいよいよ実食でございます。では、いただきます。そして先ほど宮本名文堂さんで購入してきたおちょこなんですけども、こちらはですね、アマメハギのお面の絵が描いてありました。はい、こんな感じでございますね。はい、では、いただいております。この八花川というお酒、非常にですね、フルーティーな感じがいたしまして、いろいろなお料理、特にこういった、焼き鳥などにもね、絶妙にマッチしておりました。そしてこちら焼き鳥ももでございます。これがですね、非常に柔らかくて食べやすかったですね。いい焼き具合でございました。いや、これがお洋服屋さんが焼いた焼き鳥とはとても思えないですよね。それぐらい美味しゅうございます。そしてね、またね、八花川が進むんですよね。はい、もう次から次へとグビグビとやっております。こちらの下口さんでは衣料品の他にも総除寺オリジナルグッズの販売も行っております。ということで、焼き鳥を食べながら店先をぼんやり眺めておりますと、オリジナルグッズが目に留まりました。で、その中で一番気になったトレーナーを購入することにいたしました。購入したトレーナーは後でご紹介することといたしますね。いや、しかしお店のカウンターでいただく焼き鳥は美味しいんですけども、またこの青空の下でいただく焼き鳥というのもまた最高な味わいがございます。で、これつくねでございますね。またね、この甘いお醤油がね、またお酒を誘ってくれます。もうね、これ昼間なんですけどね、結構グビグビとやっております。この八花川、フルーティーなので本当に飲みやすいですね。一気にね、飲み干しちゃう、そういうお味になっております。ですので飲みすぎないように注意しながら飲んでるつもりなんですけども、ついついペースが上がってしまいました。いやー、後味すっきりでね、ほんと最高です。グッドサインです。次にやってまいりましたのは、地元紙やから地元のローカルテレビなどでもたびたび取り上げられるお食事処えにしさんでございます。着席しまして、早速ビールでございます。はい、乾杯と。おいおい、マスター J、さっき焼き鳥食べたばっかりなのにまだ食べるんですかってね、突っ込まれると思うんですけども、いやいや、美味しいものはいくらでも入ります。はい、そして、今回僕が注文したのは1日5食限定の門前食堂牛煮込みうどんでございました。食後の腹ごなしにえにしさんから200メートル離れた禅の里広場へやってまいりました。この広場、今年の9月1日に供用が開始されたばかりの駐車場、観光案内所、休憩所を兼ね備えた施設になっております。案内所の中には縁起物である黄色いカエルさんがいらっしゃいました。頭をなでなでとしてね、何かご利益がないかなと思いまして、頭をなでておりました。で、中にはですね、地元で採れたお野菜だとか果物、それから工芸品などがお土産として陳列されております。
また休憩所としての機能もありますので、おにぎりだとかコーヒーなども販売しておりました。禅の里広場の道を挟んで向かい側には、昔ながらの雑貨店という上り旗を掲げた澤田陶器店さんがございます。もう冬支度ですね。もうクリスマスの飾りなどもされておりました。そしてその隣には今年3月にオープンしたお土産処縁がございます。こちらもですね、地元の特産品などを取り扱っているお土産処でございます。さらに歩みを進めていきますと、この日は移動販売車が来ておりました。で、サンドイッチやいちごホイップなどが販売されておりました。そこから總持寺方面へ向かって歩いております。そうしますと、空き家スペースを利用した下野農園さんの青空カフェもオープンしておりました。店頭には採れたての野菜や果物、そしてこの日のメニューはキーマカレーに焼き芋、野菜のパウンドケーキ、ホットコーヒーなどが用意されていました。残念ながらですね、この両方食べることできなかったんですよね。次回はぜひ食べてみたいですね。こちらは呉服を中心に衣料品を取り扱う野村屋さんでございます。で、この野村屋さんでは總持寺改装700年を記念して新たに作られたお土産がこちらで販売されております。全部で6種類あるそうなんですが、この日僕が見たところでは、4種類ほどしかなかったんですね。おそらくは売り切れてしまってたんでしょうね。詳しくは説明欄に URL を貼り付けておりますので、そちらをご参照ください。はい、そして最後にやってきましたのは総持寺通り商店街から少し離れたところにございます丸山料理店さんでございます。ここでのお目当ては、先にもですねお話ししましたけども、門前食堂というですね、企画のお料理がございます。その中の牛鍋というものをいただきにやってまいりました。この牛鍋についてはですね、また別動画ぶらり味紀行の方で詳しくご紹介いたしますので、そちらの方をぜひご覧になってください。いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。はい。初めてなのに懐かしさを感じさせる総持寺通り商店街。真心のこもった温かいおもてなしに心癒されること請け合いです。この動画をご覧の皆さんもぜひ総持寺通り商店街へ足を運んでみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。